様、ごきげんよう、シングーラリです。突然ですが、AI アートは今年中に終わります。これはとても大切な話です。どうか落ち着いた場所でご覧になってください。なぜ AI アートは今年中に終わるかというと、その理由は大きく分けて3つあります。それについてお話しいたします。まず1つ目は、急激すぎる成長とユーザーの爆発的増加です。AI アートは急激に進化してきており、ユーザーの参入も指数関数的に増えており、爆発的な増加を起こしております。このユーザーの爆発的な参入は、今までの歴史的なバブルで起こった投機市場の過熱具合に似ています。Twitter や Instagram、そしてイラスト投稿サイトなどのソーシャルネットワークを見ると、今年3月以降、AI アーティストで溢れ返っており、まるでバブルの時に投機物件に群がる人々のようです。こちらのグラフをご覧ください。これは歴史上起こった投資市場のバブル相場の推移を表したグラフです。1620年のオランダのチューリップバブルに始まり、1930年アメリカ株バブル、1980年日本のバブル、すべてが急激に指数関数的に増幅した後に暴落して収束しております。画像生成 AI の最初とも言えるミッドジャーニーが始まったのが2022年の7月。そしてステーブルディフュージョンは翌月8月に公開されました。日本において AI イラストが爆発する第一のきっかけになったのは、2022年10月に画像生成サービスが始まったノベル AI ですが、そのソースコードが10月8日に流出し、その後、ノベル AI のモデルを元に作られたジェネリックモデルがステーブルディフュージョンで無料で使えるようになりました。これが第一 AI イラストバブルです。そして今年の2月、私の動画でも説明した実写モデルの当時の最有力のチルアウトミックスが誕生し、AI 実写画像が世の中に放たれます。翌月3月には開発者がテレビ出演もし、今度は AI 実写イラストレーターが爆発的に急増しました。これが第2の AI イラストバブルです。そして AI アート自体がなぜ注目されているかにも触れなければいけません。それは、その機能性によるものです。機能性というのは、目新しさであったり、新しい機能のことです。決して、そのものの芸術性が評価されているわけではなく、目新しさ、言い換えれば、バズるかどうかだけで評価されております。実際、Twitter などのソーシャルネットワークは AI イラストや AI 動画を使って、おじさんが美女に変わったなど、バズらせることだけが目的となっており、そこに一切の芸術性は感じられません。人間は刺激になれるものです。最初は目新しさで飛びつきますが、すぐに飽きてしまいます。そして永遠に目新しさだけを追う作品に将来性はあるでしょうか？私はないと思います。二つ目、間違った作り手、買い手の増加と規制強化の加速。現在の AI アートの中には、純粋にアートとして楽しんで制作しているアーティストはたくさんいます。一方で、AI で生成する絵を商売の売り物として作る人はもっといます。特に無修正ポルノや自動ポルノのイラストを作り販売する人たちです。彼らは、売れれば何でもいいと考え、利益を上げるためにどんどん行動をエスカレートさせていきます。著作権のある他の人気作家の作品を AI で学習して盗み、それをポルノにして販売したり、また、実在の人物を裸にして、それをディープフェイクポルノとして販売したりです。そして買い手側も、芸術的かどうかなどは全く必要とせず、より刺激的なポルノの画像や動画を求めて買うという負のスパイラルが高速で加速していっている状態です。これらの動きは、今年3月の第2 AI イラストバブル以降より一層大きくなり、ついに市場や各国から大きな規制が入り始めました。先週、イラストサイトで日本最大手のピクシブが、ファンボックスにて AI イラストの投稿を禁止する決定を発表しました。それに引き続き、こちらもイラストサイト大手のファンティアも禁止。そして昨日は AI イラスト専門投稿サイトのチチプイが R18 作品、児童ポルノ作品の投稿の禁止を発表しました。さらに、ヨーロッパ EU では5月13日、AI による学習機能、ローラーを使っての学習の禁止を発表しました。そして、昨日、日本の文科省でも、
生成 AI による学習自体は法律に違反しないが、著作権侵害し、無許可で公開や販売した場合は違法性があると発表しました。ここに来て AI によるポルノ販売や著作権侵害の規制が一気に進んできています。そして、最後、3つ目の理由は、情報商材や詐欺の横行です。先週あたりより、実写系 AI イラストを使っていくら稼げるなどの情報商材を販売する案件をよく見るようになりました。しかも、おそらくその方々は実際にイラストを作っていない可能性が高いものです。そして、今後も AI イラストで100万円稼ぐ方法などの情報商材は加速するでしょう。歴史的に見ても、バブル終了期には最後の利益を上げようと、なりふり構わず、人を騙したり、詐欺を働く輩が出現する傾向があります。1990年代の日本のバブル景気の終了時期にも、大手銀行による詐欺事件が発生していた歴史があります。以上3つが AI アートは今年中に終わる理由です。AI アート自体に私も可能性を感じておりましたが、あまりにも惨状がひどくなってきていることに大変落胆しております。AI アートに夢中になっている皆様、本当にすみませんが、AI アートは今年中で終了です。AI イラストニュースは本日をもって終了とさせていただきます。またいつか違う形で皆様にお目にかかれましたら幸いです。皆様短い間でしたが、ご視聴、ご声援ありがとうございました。